はい、今日はですね、リペイントするときに使う塗料ですね、塗料についていろいろとご説明していきたいと思います。塗料選びって結構重要になってくると思うんですけど、自分が作業できる環境によってもやっぱ塗料って限られてきたりするんで、もうどれがいいよっていうのは正直一概にはないんですよね。その中で、ちょっとご説明する塗料を聞いていただいて、今後、ね、これからリペイントしていこうかな、ちょっと塗料を変えてみたいなとかいう方いましたら、参考にしていただけたらいいかなと思います。まず最初に私が使っている塗料なんですけど、23種類あるんですけど、私がメインで使っているのはこちら、クレオスさんのミスターカラー、これラッカー塗料になりますね。でガイアノーツさん、こちらもラッカー塗料になるんですけど、もうどちらのねラッカー塗料がいいっていうのもなかなか判断しづらいんですけど、このラッカー塗料っていうのは、直接使うことはなくて、シンナーですね。この薄め液、私ガイアノーツさんの使ってるんですけど、このシンナーを使って塗料を薄めて作業していきます。その分ですね、やっぱシンナーの匂いが部屋に充満したりするんですよね。で特にエアブラシとか吹いてると部屋中シンナーの匂いがするっていう感じになるんで、趣味でやられててご家族がいて小さいお子さんがいてとかいうご家庭にはちょっと向かないのかなとは思いますね。で次にですね、水性塗料、このミスターホビーさんの、やつなんですけど、ラッカー塗料と違って、こちらも専用のねアクリル塗料っていうこちらで薄めて使っていただくタイプなんですけど、じゃあ先ほどお伝えしたラッカー塗料とどう違うのかっていうと、匂いがほとんどしません。シンナーみたいな刺激臭っていうのは全くなくて、優しい感じの匂いっていうのかな、なんで作業してても全然気にならないですね。こちらが水性塗料、こちらもあります。で一番匂いが少ないなっていうのがこのエナメル塗料っていう、これタミヤさんから出てるんですけど、これも匂いは非常に少なくて使いやすいかなと思います。じゃあなんで私がラッカー塗料を使ってるかっていうことになるんですけど、これまた塗料の性質がそれぞれ違って、ラッカー塗料は基本的に塗った時の塗膜っていうんですけどね、膜がすごく強くてフィギュアにしっかりフィットするんですよね。なんで爪でこすっても少々のことでは剥げないんですよね。それがラッカー塗料の特徴ですね。塗料の伸びはそこまでないのかなっていう感じですけど、もうしっかりと塗装してくれるんで、リペイントした後も剥げる心配があんまりないんですよね。よっぽどの衝撃とかになったらね、限度ありますけど。でそれに比べて若干弱いのが水性塗料ですね。これラッカー塗料に比べると塗膜が若干弱くなってきます。これ比較したらぐらいだとは思うんですけど、ラッカー塗料を使ってるとたまに水性を使った時にね、やっぱちょっと塗膜弱いなって思いますね。それでその次に先ほど説明したエナメル塗料、これが一番塗膜が弱いです。なんで剥がれやすいです。もうちょっと乾燥してもね、爪でちょっと引っかいたらすぐ剥がれます。それがエナメル塗料の性質になりますね。これからリペイントを始めるよっていう方のね、塗料を選ぶ時っていうのはここを基準にしてもらったらいいかなと思います。ラッカー塗料が一番剥がれにくい。で次に水性塗料、そして一番弱いのがラッカー塗料っていう感じですね。で、また別にねちょっと今からペイントの紹介していくんですけど、またこの海外の方でねまたちょっと特殊な塗料がありますんで、次にそれを紹介したいと思います。もう一つがこちらの、AK インタラクティブさんの、水性塗料になりますね。こっちと先ほどお伝えしたミスターカラーさんの水性塗料と何が違うのって言ったら、もう一番の特徴で言ったら、こちらAK インタラクティブさんとか海外の塗料って
水で薄めるんですよね。なんで本当に匂いないです。で匂いがなくて塗料の伸びがむちゃくちゃいいんですよね。で私はラッカー塗料を使ってるんですけど、ラッカー塗料よりも圧倒的に塗りやすいです。もうこれ私もね長年ラッカー塗料を使ってたんですけど、こちらの塗料を紹介していただいて使った時はねすごいびっくりしました。とにかく塗料も伸びるし隠蔽力も強いんでめちゃくちゃおすすめですね。ただ剥がれやすいです。前に先ほど伝えたそのエナメル塗料みたいにすぐに剥げるっていうような塗料ではないんで、その分ラッカー塗料よりは剥げやすいよっていう感じなんですけど、普段ね飾る分には全然問題ないです。ただねもう本当にリペイントを始めるならこれが一番良かったんじゃないかなって思いますね。私はもうねリペイントをしていく中でもずっとラッカー塗料と戦いながらラッカー塗料を今でこそ思うように扱えるようになったんですけど、こちらをね最近紹介していただいて使ったらねもうびっくりするぐらいね塗料が扱いやすいです。なんでねやっぱりこっちの塗料で初心者、今からリペイントを始めたいなって思う方は使っていただくのが一番早いかなって思いますね。これ本当ですマジで。ということでねさらっといろいろ紹介させていただいたんですけど、自分のね作業できる環境に応じて塗料は選んでいただけたらいいかなと思います。今日はね塗料の紹介させていただいたんですけど、実演とかはねこの動画ではちょっと上げてないんでしないんですけど、実演してどんな感じなのか見てみたいとかいうようなね方いましたらねまたコメントでもね書いていただいたらそれのね動画を作ってまた配信していきたいと思います。どんどんねいろんなことを伝えていきたいですしね、もう些細な質問でも何でもいいんでねコメントしていただければちょっとそれ参考にね動画の方は作っていきたいと思います。じゃあこれからもよろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。